はい、動画をご覧の皆さん、鋼るきです。お元気してますか？元気？元気ですよ。最近よく来るのはちょこ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 来ます。何しに来るの？それはやっぱのりゆきさんのいろんなことをしようかなとということでですね、今日はのりゆきさんをもっと知ってもらおうと思い、ちょっと前ですかね、YouTuber の方がいろんな方が100の質問ということをやってまして、100の質問見つけたの？100の質問考えてたんですけど、まあやっぱりのりゆきさんは41ということで41の質問に答えてくれ。お前のただ力不足じゃねえの100集めれましたよ、はい、集めれましただけどけどやっぱまあ時間的にもやっぱありますし、バイクのこともありますし、それ以外のもう本当に普通の質問もあるんで、まあ、淡々と答えていってもらえたらと思います。いいですか？はいはい、じゃあ頑張ってください。いきます。はい、一番初めですね、好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物？はい、アポロ好きですね、アポロ。はい、チョコのアポロですね。チョコのアポロ。はい、嫌いな食べ物？パクチー。パクチーダメそんな好き嫌いないんだけど、パクチーは本当にカメムシだよな。そんなことないですよ。トムヤンクンとかに入ってるやつとかやっぱ無理だもんね。僕も苦手ですけどね。そうパクチーかな。はい。好きな飲み物？ガス水。炭酸水。好きな色は？赤。ですね。まあこれでなんか全然違う色だったらちょっと困りましたもん。赤黒かな。まあ赤黒。はい。なんか好きな教科ありました？工作。図工とか。図工。ああ。ぽいですね。ものづくり。絵は下手くそ。絵はお兄はうまいわ。あ、そうなんですね。あいつはサンマ食うのと絵描くの。ジャンルが全然違う。そこだけは感心する。逆に嫌いな教科？算数は足し算は早い俺。はいはい。引き算無理。で掛け算割り算とかに関しては電卓があるから別に勉強する必要ない。でも引き算をちゃんとできてなかったらお釣りの計算できんだ。俺ってなんかいつもコンビニとかで例えば物買っていくらいくらって払うじゃん、はいはい、お釣りこうやって確認せずにポケット入れちゃうんだよね。でなんかさっきもらったお釣り少なかったような気がするねと思ってこうやって領収書見て、はい、時すでに遅しだってポケットの中で小銭ジャラジャラしようと思うんで、はい、もらったお金いくらか見てないからさ、はい、もういいやみたいな感じだね。レシートの金額と合ってなかった場合ってことですね。だから俺の場合は合わせれることができん。聞き手右に決まっとうかな。あ、そうなんですか。すいません、僕は質問用意したのに。はい、身長。あれ、利き足はねえの？利き足？利き手あって利き足はないの？利き足もじゃあ一応42になっちゃいますけど大丈夫ですか？いいよ。あ、わかりました。じゃあどっかで帳尻合わせます。利き足は一応右。ですよね。ちなみに、はい、靴下履くとき、レースのときはなんかしないけど靴下履くのは右足からで、中にインナースパッツみたいなの履くじゃん、はい、履くんだけどそれも右足からで、つなぎ通すのも右足から、はいはい、でグローブはめるのも右手から、全部右から。結構気にはしてた。右からいつも履かなあかんって。やっぱ普段とやっぱその時とはやっぱ違うんじゃないですか？なんかやっぱレースの時は気にしてた。次、身長です。180あったらいいなって目指してましたけど。目指してた。頑張りましたね。今でも168ぐらいじゃないかな。バスケットやってたんだけどな、小学校。あ、そうなんですか。あ、そうなんですね。多分何回も転んで、はい、背骨は伸びようとしとったけど、縮んでとったんじゃない？でも確かに怪我とかありそうですね、身長は。背骨はレントゲンで見るけどまっすぐじゃないのも確かだから。体重です。1キロぐらい太っとんじゃん、現役の頃どれぐらい？現役の頃63、一番痩せた時で58だったかな。そうなんですね。もっとあるのかなと思ってます。まあでも大体60から63、まあ65ぐらいの間。やっぱ軽い方がいいですか、バイクは？いやもう 1000cc になったら別にそんな、外人さんも体大きいしね、体重あるけど、あるから、まあ、軽いに越したことないけど、やっぱ軽けや軽いほどいいかって言ったらそうでもないからさ。
まあその人の合った体重はいはい、でいいんじゃない逆に安定感とかもありますもんね、自分の長所、優しい、優しさですか。はい、気が利く。まあ、それでもありますね。優しいというか、僕から見てもやっぱなんか人を思う心というかやっぱ多いかなと思います。で短所だろ。そうです。短所です。短所と俺はあんまないと思うんだけどね。短所って例えばどういうこと？すぐイライラするとか。そうあんまないと思うんだけどね。短短所ありません。まあじゃあお釣りをすぐポケットに入れてしまうっていうところで。ああ、それ。次、血液型です。生後から22年間は B 型で生きてきました。で、23年目から O 型です。どういうことですか？もう血液型は基本的に変わるらしいんだけど、もともとうちは親父もおっかんも B 型なの。はい。で、BB から生まれる B だっていうことで、お兄も B だっつって、はい、で俺も B だっつって、でずっと B 型で生きてきたの。22年間ね。はい。でいろんな病院行った時に血液型とかで B とか書くじゃん。はい。で俺は1998年に海外出る時に、はい、会社からヤマハで、B 型肝炎とか C 型肝炎の破傷風の注射とかそういうのを打つのに、はい、打ってきてくださいって言われたのね。でその時に血液検査もしてくださいって言われて、はいはい、でその時に、問診票に最初 B で書くじゃん。はい、そしたらナース看護師さんに「羽賀さん血液型 O 型ですよ」って言われて「いやいや O 型なわけないで B じゃん」っつって、はい、でその看護師さんに「じゃあ一回お母さんと名古屋の病院で2人で血液検査してください」って言われて、はい、行ったの。そしたらやっぱおっかは B だったの、はいはい、俺 O だったんだ。へえ。だからそこから俺はもう O 型の人生が始まったの。でお兄も怪我して病院入院する人じゃん。であいつも問診票に B って書いてたら「羽賀さん血液型 O 型ですよ」いやいや俺 B だって弟のりゆきこの間そうやって言われてっつってお兄俺に「O だった」同じパターンだろせえみたいな。次ですね、カラオケでよく歌う曲は？カラオケなんか歌わへんもん。歌わないですか？なしです。ボヘミアン・ラブソディーが全部歌えれんもんね。曲がボヘミアン・ラブソディー。はい。次、好きな有名人。日本でも世界でもいいです。なぜ？いないですか？はい。次。好きな漫画。読みません。絶対そうだと思った。どうやって読んでっていいのか分からん。この順番が分からん。で嫌いになった。相当読まないです。本当漫画読まない。次、映画です。好きな。南極物語。南極物語。知らんだろ。知らないです。太郎と次郎は生きていたっつって。太郎と次郎は人ですか？犬。聞いたことあるぞ。見てみます。南極物語は感動するよ。あとカンフー映画が好き。カンフーですか？カンフー映画。全然ジャンルが違う。あと霊言同士キョンシーの映画とかも読みとった。あとビーバップハイスクールな。はいはいはい。車の映画とかも好きそうです。キャノンボール2とかも見とったよ。結構ジャッキー・チェーンさんの映画好きやね。アクション系がいい。アクション系見る。はい。好きな動物です。犬猫。動物何でも好きで、でも爬虫類とかああいうのは苦手。はいはい。猫も好きなんですね。猫飼ってたもんし。そうなんですね。うちね、言ってもね、ペットを描かしたことがない。何かしらの犬にしろ猫にしろ何かしらいるということですね。へえ。鳩も飼ったことある。インコとかさ。はいはいはい。ネズミゴキブリはもちろん飼っとるよ。あれはペットなんだろう。ペットならん。あれは自分がどう思うかしらです。犬猫かな。はい。今犬2匹おるしね。はいはい。苦手な動物。爬虫類。でもね、苦手っていうかね、俺ゴキブリ見てもね、殺さんよ。そうなんですか。はいはい。逃がす。基本的に動物とか生き物を殺さない。はいはい。イタリアとかで結構ディスカバリーチャンネルとか見とったの。はい。そしたらヘビがさ、ネズミとかさ、丸飲みするじゃん。はいはい。めっちゃかわいそうだよ。もうそうやってなんか動物が動物を食う。はい。ちょっと嫌ですよね、ああいうの。かわいそう。好きなスポーツは？オートバイです。
それはみんな知ってるんであそれ以外でいきましょう。ゴルフ、ゴルフ。ゴルフ、テニス、はいはいはい。ボーリング。ボーリングも好きなんですね。ボーリングうまいよ俺。そうなんですね。今度やりますか。もうスノボーとかスキーはもうずっとちっちゃいのとかでやってたし、はいはいはい。今でもやってますよ。やっぱ結構いろいろやられますよね。なんやかんだやるね。好きな季節。春秋。まあオールシーズン好きだけど、はい、まあゴルフで例えたらやっぱ春秋がいいよね。暑くもなく寒くもなくっていう。でも結局だからスキースノボとかはもうやられたりするんで冬もっていうふうになって。そうそう。なるほど。何やるかって感じですね。そうそう夏はバーベキュー、まあ、夏には限らないけどさ、夏は海とかもあるしさ。なんでまあ生活しやすい分には春秋かなって感じ。そうだね。今始めてみたいことは何かありますか？始めてみたいこと？はいはい。なんか新たに今までやってこなかったことで。まあでもゴルフハマった時に一瞬まあレース降りてプロを目指そうかなと思ったけど、はい、ちょっと待てよっつって。俺がレースやめてプロを目指すとなるとシニアプロになるよなっつって、シニアになるよなっつって、年的にっつって、はいはい、そうなると今プロゴルファーでやってる人たちが、若い人たちが当然のごとくシニアに上がってくるわけじゃんねっつって、はいはい、俺勝ち目ねえわと思って、まあ遊びの世界にしとこうかなってなっちゃったかな。なるほど。今始めたいことなんだろう。特にない。特にないです。今のところ特にないですね。はい。好きなコンビニ。セブン。あ、セブンイレブン。何でか一人。レジ、小銭全部ギャーって入れて、ポケットの中の小銭が少なくなる。で、たまに失敗すると増えるみたいな。最近多いですね。まあ、ローソン、セブン、ファミマ、置いてあるもの大体一緒だけど、その中でもやっぱ当然作ってるとこが違うからさ、会社が違うわけだから。味も違うじゃん、はい、だからこれを買うんだったら絶対セブン、これを買うんだったらこれファミマとかっていうのは、ああ、なるほど、それぞれってことですね。次は、コンビニでよく買うものはアポロですね。いやそんな買わへんよ。コンビニでよく買うものバラバラ。特にない。特にない。食べ物だって同じもの毎日買うわけでもないし、パッと見てその時に食べたいなと思ったの。そうだね。これはもうほとんど決まってると思います。インドア派、アウトドア派。アウトドア。なんでその一瞬あったんですか？今までの。インドア派ってインドアで何やるの？ゲームとか読書とか。俺アウトドア。ですよね。間違いない。家に降りたくない人。まあ、でしょうねって感じですよね。多分みんなそう思って。几帳面か大雑把か。両方。その場に。でも。そうなのか。その時几帳面なイメージありますもんね。まあどっちかというと8割几帳面だね。几帳大雑把にしときながら几帳面になっちゃうみたいな。大雑把なところもある、ね。平均睡眠時間。最近6時間とかぐらいじゃない。起きちゃいますって言ってますもんね。起きちゃう。これさっきのかぶっちゃうな。有名人の話じゃないですか。今会いたい人は。そうだ。これ有名人じゃなくてもいいですよ。今会いたい地元の怖い先輩とかもいい。特にないですか。はい。今まで行ったところで一番良かったところは場所ですね。いっぱいある。南アフリカ。はい。もいいし、まあイタリアもイタリアでいいし、ね、フランスはフランスでいいしつって。今一番行きたいとこ？温泉。温泉。はいはいはい。愛知以外に住むならどこ？沖縄とか石垣島に住んでみたいなと思ったけど、毎年台風来とるよ。あれがなければいいかなと。暑いのは問題ないと。暑いって言ったっても名古屋の暑さとは違うでしょ。違いますね。違いますね。向こうの方がまだカラッとしてね。そうですね。確かに沖縄の暑さの方が名古屋は暑いですからね。1回しか行ったことないよ沖縄は。生まれ変わったら男女どちらになりたい？知らない。男でいいわ。男でいい。地球最後の日は何をする？バーベキュー。バーベキュー。おお、いいですね。それ家族とかみんなで知り合い全員集めて。知り合い全員。いいですね。もしも願いが一つ叶うなら大金持ちになりたい。大金持ちになりたい。ここからバイクですね。今まで何台のバイクに乗った？いや、もう数えきれんよ。数えきれん。
YSR、NSR、いろいろある。いろいろある。時間かかる。YSR からいろいろある。時間かかる。時間時間かかる。イン踏んでるみたいになってる。だって今 KMAX ではい働いてて、はい。乗るバイクもあるから、は結構乗っとるよ。い数えきれないということで。数えきれない。はい。今乗ってみたいバイクは今検索中。検索中。だから KMAX に、はいでいろいろバイク乗れるから、いろいろああ、このチャンスを生かして。そう、はいパーツつけたり直したりして、うんチェックで乗ったりした時に、はいこういう感じなんだとかはいを味わいながら、はい。今ちょっと模索中。あ、そうなんですね。まあ4年経つけど、はい。未だにまだ見つかってない。自分をバイクに例えるなら何のバイク？面白いね、そのなかなか難し質問ね。バイクいろいろ乗ってるからこそじゃないですか。おなんだと思う。なんですかね。質問が悪すぎます。いい質問で。却下。あれ、じゃあすぐ答えられない質問はやめてください。 41になりました。あ、ツーリング行くならどこに行きたい？やっぱ温泉でしょ。いいっすね。ねはい。いや本当にでも行きたいですね。ザブーンってちょっ行きたいよ、と俺はい。計画しましょう。ね行きましょ行きたいね。みんなで集まれツーリング行きたいね。う。いいですね。復活してほしいバイク。どれが終わったか知らんもんだって。確かにそうですよね。レーサーとしてやられてると普通の市販のバイクとまた違いますからね。どれがなくなったバイクかわからんもん。やばい、40になっちゃう。はい。バイクをやめようと考えたことはありますか？ありません。まあないですね。降りないけないなっていう時期は来るなっていうのは思ってたけど、やめようとは思ったことない。レーサーにならなかったら何をしていた？よく聞かれるね。おうでもわかんない。俺でもちっちゃい頃の夢は飛行機のパイロットだったんだよ。飛行機のパイロットか、じいちゃんは競輪の選手にさせたかったらしいんだけど、はい。なんかしないけどバイクのレーサーになった。ワンチャンでも八百屋の可能性もあったじゃないですか。そこから。あ、継ぐっていうか、はい。まあその後だって八百屋辞めて銭湯やったと思う。銭湯かもしれない。銭湯の可能性もあります。絶対嫌だわ。あなたにとってバイクとは？人生を共にしてきた相方。そうですよね。半分もう右足みたいなもんですよ。右足っつうの右腕っつうの右腕って思ったんですけど、バイクだったんで足って言っちゃうんで。はい。これ最後です。はい。最後に見てくださってる人に一言。どんどん質問はい。受けてまいります。そうですね。まあ他にもね、聞きたいことがあって答えられることがあるかわかんないですけど、まあはいコメント欄とかでねはい。問い合わせていただければ、そうですね。は今こういう結構ネットで拾ってきたものとかを質問でバッと集めちゃってるんですけど、本当に来てる質問とかももっともっとい。数お前集まってが考えた質問じゃねえの？もうありますよ。もうありますよ。はい。結構質問の数集まった段階でまとめてまた一本の動画にしたいなと思ってるんで、どんどんコメントでそうだね。いろいろいただけたらと思いますね。じゃあ今日は41の質問でした。ありがとうございました。はい。はい、またありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございお願いしま。ますすはい。